こんにちは。お久しぶりです。白石です。今回はチョコサプガンダム第4弾。これまでに、ジオング、シャア専用ザク、ガンダムと、キャラが被ることなく順調に収集できていますが、今回はどうなってしまうのか。それでは早速チョコサプを開封していきましょう。はい。こちらが今回開封する4つ目のチョコサプになります。何が当たるのかワクワクしますね。チョコサプなのですが、中身を確認するためにはチョコレートを食べないとダメじゃないですか。今のところ、一つ中身を完成させたら次を開けるという感じで、週に1回のペースでチョコレートを食べるのが、甘いものが少し苦手な私にはちょうどいいんです。まあ、誰得って感じの情報ですねこれ。さて、肝心の中身は、よっくだこれ。いやー、これはめちゃくちゃ嬉しい。念願のジオン水泳部ですよ。それではゾックを組み立てていきましょう。ゾックの構造はかなりシンプルですね。手と足を取り付けるだけで完成ですよ。ですがこのゾック、組み立ててみると結構大きい。以前に当たったジオング並みのパーツのデカさです。はい。こちらが組み立てが終了したゾックになります。先ほども少しお話ししましたが、このゾック結構大きいです。これまでのキットと比べて、圧倒的な存在感と所有感。本当に当たってよかった。それではゾックの気になる部分を直しつつ、色を塗ってみましょう。まずは一度組み立てたパーツを、作業をしやすいように全て分解します。はじめに行う作業はゾックの足裏にある、かなり大きい肉抜き穴の処理です。この穴を埋めるのに使用するのは、アルミホイル。このアルミホイルをゾックの足に詰めていくのですが、この作業だけは足を腰に取り付けた状態で行います。理由として、このゴップの足パーツは腰に取り付ける部分にまで穴が開いていて、足を取り外した状態でアルミホイルを詰めてしまうと、腰に取り付けるために必要な穴にまでアルミホイルが詰まってしまい、最終的に組み立てることができなくなってしまいます。なのでこの作業は足を取り付け、余計な部分までアルミホイルがいかないようにしています。肉抜き穴にアルミホイルを詰め終わったら、瞬間接着剤を、アルミホイルの上に盛るように塗布していきます。ここはパテを使用した方がいいと思うのですが、乾燥に時間がかかるので、今回は瞬間接着剤を使用して穴を埋めてみました。瞬間接着剤が乾燥したら、リューターを使用して一気に乾燥した接着剤を削っていきます。乾燥した瞬間接着剤は硬く、手作業で削ると時間がかかるので、ここは文明の利器を活用しましょう。リューターを使用してある程度接着剤を削ることができたら、紙やすりを使用して、足の裏が平らになるように削っていきます。紙やすりで足の裏をきれいに平らにすることができたら、肉抜き穴処理は終了です。こちらが作業後の足なのですが、透明なのでうまくいっているかどうかよくわかりませんね。続いて、ゾックの胴体にある合わせ目を消していきたいと思います。まずはパーツが合わさる部分を、デザインナイフを使用して、カンナが消していきます。今回は瞬間接着剤を使用して合わせ目を消していきたいと思っているので、パーツにカンナがけを行い、瞬間接着剤を盛るのりしろを作ります。こちらがカンナがけを行ったパーツになります。合わせ目部分がへこみ、よりわかりやすくなりましたね。この加工をしないと、うまく接着剤が合わせ目に入っていかないんですよね。逆に接着剤が入らないで欲しい部分は何も加工をしていません。さて、デザインナイフでのりしろが作れたので、瞬間接着剤を、合わせ目部分に塗布していきます。この時、少し盛るように接着剤を塗布すると、失敗が少ないかもしれません。時間を置いて、瞬間接着剤が乾燥したら、デザインナイフを使用して、合わせ目部分からはみ出ている瞬間接着剤を、カンナがけで削ります。この作業で瞬間接着剤を一気に削り、大まかにパーツの表面を整えます。カンナがけが終了したら、紙やすりを使用して、デザインナイフで荒れたパーツの表面をきれいにしつつ、削り残した瞬間接着剤もこの時に削ってしまいましょう。紙やすりでパーツをきれいにできたら合わせ目消しは終了です。はい。こちらが合わせ目消しを終えた状態になります。
作業した部分が透明でわかりづらいですが、綺麗に合わせ目が消えています。基本的な改造が終了したので、最後にモールドの彫り直しと、表面処理を行います。モールドの彫り直しには、デザインナイフとラインチゼルを使用します。デザインナイフでパーツのモールドを軽くなぞり、浅い線を彫り、ラインチゼルで浅い線を深くしていきます。この作業で塗装時に塗料でモールドが埋まらなくなり、塗装後に墨入れを行いやすくなりました。単純に情報量が増えるところもいいですね。最後に各パーツにあるゲート跡や、パーキングラインを消していきます。この作業には、紙やすりやデザインナイフを使用します。すべてのパーツの表面処理が終わったら、ゾックに行う改造作業は終了になります。ゾックはこれまでと比べてあまり手を加える部分がなくていいですね。はい。こちらが改造作業が終了したゾックになります。合わせ目が消えて、足裏にあった肉抜き穴も綺麗に埋まっていますね。まあ、足の裏は基本的に見えない部分なので、わざわざ埋めなくてもいいのですが、ちょっとしたこだわりって結構重要ですよね。はい。ゾックにサーフェイサーを吹きました。サーフェイサーを吹くと、しっかりと合わせ目が消えていることが確認できますね。足裏は、台座にテープを貼ってゾックを固定していたのでサフが当たりませんでした。まあ、ここは見えないから適当でいいよね。さて、ざっと見た感じ特に手直しの必要がないので、ゾックの塗装を始めてみようと思います。それではゾックに塗装を行いたいと思います。今回はこれまでと違い、種類の違う塗料で塗装をしたいので、塗料用の溶剤と、銀皿を用意しておきます。まずはじめに色を塗る部分はゾックの本体。この塗装に使用した塗料は、クレオスの MS グリーン。量産型ザクに使われている緑ですね。さて、現在塗装している塗料なのですが、これはラッカー塗料というものを使用しています。ラッカー塗料はアクリル塗料に比べ、隠蔽力や塗膜の強度が段違いに強いのですが、マジででさえ、換気しながら作業をしたいのですが、夏場なのでめちゃくちゃ暑いし、でも換気必要だし、みたいな感じで、性能はいいのですが、夏場に使うような塗料ではないですねこれ。続いて黄色の塗装を行います。この塗装に使用した塗料は、シタデルカラーベース、アバーランドサンセット。アバーランドサンセットは先ほどの緑と違い、水性のアクリル塗料になります。水性の塗料なので匂いもほとんどなく、非常に扱いやすい塗料になります。加えてこのシタデルカラーは隠蔽力も高く、数回塗り重ねるだけで綺麗な塗膜になってくれます。続いて赤色の塗装を行います。この塗装に使用した塗料は、クレオスのサーモンピンク。若干パステル気味な赤色ですね。ガンダムに使うような鮮やかな赤は、ゾックにはあまり似合わないと感じたので、少しだけ柔らかい印象の赤を今回は使ってみました。はい。基本塗装が終了しました。いやー、それにしても3色塗っただけで塗装が終わってしまいましたよ。さて、この段階で塗料のはみ出しや、極端なムラがないかを確認して、問題がないようであれば、墨入れです。それではゾックに墨入れを行っていきます。墨入れに使用したのは、タミヤの墨入れ用塗料ブラック。この塗料を改造時に彫ったモールドに流し込み、全体にメリハリをつけていきましょう。モールドへの墨入れが終了したら、タミヤのエナメル塗料、フラットブラックを、ゾック胴体の各モールドに塗っていきます。今塗っている塗料はエナメルで、後から簡単に拭き取れるのですが、簡単とはいえ拭き取るのも若干手間なので、できるだけモールドからはみ出さないように塗装しましょう。はい。塗装した墨入れ塗料とエナメル塗料が乾燥したら、エナメル溶剤を含ませた綿棒で、余分な塗料を拭き取っていきます。今回はラッカー塗料で塗装をしているので、気兼ねなくゴシゴシ塗料を落とせますね。さて、この塗料の拭き取り作業が終われば、完成までもう一息です。それでは最後の仕上げに、ゾックのモノアイを塗装します。まずはエナメル塗料の黒の上に、クレオスのシルバーを塗装して、
物合いの下地を作ります。下地が乾燥したら、アバーランドサンセットを物合いに塗装していきます。この物合いの塗装が終われば、ゾックに行うすべての作業工程が終了になります。それでは完成したチョコサク、ゾックをご覧ください。はい。こちらが完成したチョコサク、ゾックになります。これは、かわいいじゃない。いやー、ゾックは可愛いですね。本当に癒し系モビルスーツだと思います。さて、それでは今回の失敗した部分なのですが、これが特にないんですよね。これまで作ってきたチョコサクに比べ、本当に改造するところがなくて、むしろ何もしなくていい感じでした。改造と塗装作業合わせて2日で終わりましたからね。本当にシンプル。ですが完成させるとかなりのクオリティ。チョコサクの中でもかなりレベルの高い造形ではないでしょうか。最近再販された HG のゾックが手に入らず、結構落ち込んでいたのですが、このチョコサクのゾックが当たったことで、再販品を買えなかった悲しみが消えました。小さいですが数を揃えて飾ると迫力があるので、再販品を買えなくてもチョコサクがあるからいいや、みたいな感じになりつつあります。それでは、チョコサク、ゾック作ってみた。最後までご視聴いただきありがとうございました。また何か作ったら動画にして投稿するので、その時は改めて動画をご視聴いただけると幸いです。では、さよなら。